こんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズ日本語教師の安井です。今日の動画は絶対、必ず、必ずしも、当然、この4つの使い方について紹介したいと思います。まず絶対です。絶対は 100% 何々だと強く自分の気持ちを伝えたいときに使います。例えば、あのチームは絶対勝つと信じていた。あのチームは絶対勝つと信じていた。これは、あのチームは 100% 勝つと信じていたという意味です。他には、田中さんは絶対に嘘をつく人じゃないです。田中さんは絶対に嘘をつく人じゃないです。これは、田中さんは 100% 嘘をつく人ではないと思っているという意味です。次に、必ずです。必ずは 100% 起こる。いつも何々するという意味です。例えば、上司はお酒を飲むと必ず人に説教し始める。上司はお酒を飲むと必ず人に説教し始める。これは上司はお酒を飲むといつも人に説教し始めるという意味です。こんな上司嫌ですね。ちなみに私はお酒を飲むと必ず笑い上戸になります。笑い上戸というのはいつもケラケラ笑っています。そして寝ちゃいます。本題に戻って、他には父は毎晩必ず日本酒を飲んでから寝ます。父は毎晩必ず日本酒を飲んでから寝ます。これは父は毎晩いつも日本酒を飲んでから寝るという意味です。ここで絶対と必ずの違いについて説明します。次の文は正しいか考えてみましょう。1、絶対に会ってみたい。絶対に会ってみたい。2、必ず会ってみたい。必ず会ってみたい。3、絶対合わない。絶対合わない。4、必ず合わない。必ず合わない。どうですか？この会ってみたいというのと合わないというのは自分の気持ちです。ですから自分の気持ちを強く言う絶対と一緒に使うことができます。ですから1番と3番、この絶対に会ってみたいというのと絶対合わないというのは使うことができます。でも2番と4番は少し変です。これは必ずというのは自分の気持ちや考え、この主体的なことにはあまり使いません。このポイントをぜひ覚えておいてください。それでは次に必ずしもです。必ずしもは必ずしも何々ないとセットで覚えておいてください。この必ずしも何々ないというのはそうではないこともある。100% そうとは言えないという意味です。例えば値段の高いレストランが必ずしも美味しいとは言えない。値段の高いレストランが必ずしも美味しいとは言えない。これは値段の高いレストランが 100% 美味しいとは言えないという意味です。美味しくないレストランもありますね。他にはオンライン日本語レッスンをしているとよく学習者さんから質問されることを紹介します。学習者さんから日本人はお正月に必ず神社に行きますか？日本人はお正月には必ず神社に行きますか？とよく聞かれます。
日本人はお正月に神社に行く人もいれば行かない人もいます。ですから答えは、いいえ、必ずしも神社に行くとは限りません。いいえ、必ずしも神社に行くとは限りません。と答えます。これは 100% の日本人が神社に行くわけではないという意味です。なので、いいえ、必ず行きませんという答えは言いません。気をつけてください。次に、当然です。当然は、そうなる、そうするのが普通で自然であるという意味です。例えば、親切にしてもらったら、当然ありがとうございますとお礼を言うべきです。親切にしてもらったら、当然ありがとうございますとお礼を言うべきです。これは、親切にしてもらったら、ありがとうございますとお礼を言うのが普通だという意味です。他には、学生が勉強するのは当然です。学生が勉強するのは当然です。これは、学生が勉強するのは普通だという意味です。他にも、この当然ですというのと同じ意味で、当たり前という言葉があります。例えば、学生が勉強するのは当然ですというのは、学生が勉強するのは当たり前ですと言い換えられます。しかし、当然学生は勉強しますというのは、当たり前学生は勉強しますとは言い換えられません。これは、何々は当然ですは、何々は当たり前ですのように、名詞で使われる場合は言い換えることができますが、当然何々だというのは、当たり前何々だというふうに副詞では言い換えることができません。この使い方にも気をつけてください。今日勉強した絶対、必ずは 100% という意味ですが、自分の気持ちを強く言いたいときには絶対を使います。そして 100% とは言えないけど、80%、90% ぐらいかなというときには、必ずしも何々ないを使います。そして、そうするのが普通だというときには、当然という言葉を使います。どうですか？皆さん使えそうですか？日記を書いたり、友達と話したりするときに意識して使えば、絶対上手になりますから、自分を信じて頑張ってください。そして、皆さんの気づきがあったら、必ずコメントしてください。楽しみに待っています。今日は、ずいぶ、かなり、だいぶ、この3つを紹介します。まず、ずいぶんです。ずいぶんには意味が3つあります。まず1つ目は、とてもという意味で、予想以上とか思ったよりももっと、意外な気持ちやちょっとびっくりした時に使えます。例えば、このバナナは1本1000円です。ずいぶん高いですね。このバナナは1本1000円です。ずいぶん高いですね。これはとても高いですねという意味でびっくりしています。他には私が英語を話していると、ずいぶん英語が上手ですねと言われます。私が英語を話していると、ずいぶん英語が上手ですねと言われます。これは相手が思った以上に私の英語が上手だったという意味です。二つ目の意味は、たくさんという意味です。例えば、
ずいぶん食べましたね。お腹大丈夫ですか？ずいぶん食べましたね。お腹大丈夫ですか？このずいぶんはたくさん食べましたねという意味です。3つ目の意味は長い時間という意味で、例えば新幹線のチケットを買うまでにずいぶん待たされました。新幹線のチケットを買うまでにずいぶん待たされました。これは長い時間待たされたという意味です。次にかなりです。かなりは主観的とか私の考えという時に使えます。とてもより強いですが、最高ではないという意味です。例えば、地震でぐらぐらぐらっと揺れて、かなり揺れましたね。かなり揺れましたね。これは私はとても強く揺れたと思っているという意味です。他には私はかなりお酒が好きです。かなり飲みます。私はかなりお酒が好きです。かなり飲みます。この最初のかなりはとてもという意味で、二つ目のかなりはたくさんという意味です。他には先生が学生に向かって、この作文かなりいいね。よく頑張ったね。先生が学生に向かって、この作文かなりいいね。よく頑張ったね。これは最高じゃないけれども、予想以上に良かったという意味です。このかなりですが、一つ注意点があります。この最高じゃないけれども想像したよりか良かったという意味なので、上司や先生、目上の人には使えません。例えば、先生の教え方はかなりいいですね。先生の教え方はかなりいいですね。これは先生の教え方は最高じゃないけれども想像よりはいいよという意味です。これはちょっと失礼です。ですから使い方には注意してください。最後にだいぶです。だいぶには2つ意味があります。まず1つ目はかなりより少し弱い感じの意味です。例えば、だいぶ前にメールしたけどまだ返事が来ない。だいぶ前にメールしたけどまだ返事が来ない。これはかなり前にメールしたけどより少し弱い感じです。二つ目は前よりもとか予想よりもという意味で、変化や進行の言葉を使います。例えば先週よりだいぶ暖かくなりました。先週よりだいぶ暖かくなりました。これは先週よりもとても暖かくなったという意味です。このずいぶん、かなり、だいぶ、この3つの言葉はとてもという言葉に言い換えることができますが、ずいぶんのとてもはびっくりした気持ちを表します。かなりとだいぶのとてもの意味は少し違いますので比べてみましょう。まず5つの文を言います。どれが使えてどれが使えないか見ていきましょう。この街はとても綺麗だ。この街はとても綺麗だ。これは使えます。次に、この街はかなり綺麗だ。この街はかなり綺麗だ。これも使うことができます。この街はだいぶ綺麗だ。この街はだいぶ綺麗だ。これは使えません。このだいぶを使うときには次の2つのように使いましょう。この街は
あの町よりだいぶ綺麗だ。この町はあの町よりだいぶ綺麗だ。これは比べていますよね。ですから、このだいぶを使うことができます。この町は前よりだいぶ綺麗になった。この町は前よりだいぶ綺麗になった。これも比べていて、最後に綺麗になったという変化の言葉を表します。ですから、これも使えます。皆さんもぜひ、ずいぶん、かなり、だいぶ、この3つを使ってみてください。ぜひ、この3つの言葉を使ってコメントをくださいね。今日の動画は、よく、時々、たまに、この3つを紹介したいと思います。まず、よくです。よくには3つ意味があります。まず1つ目は、何回も何々するという意味です。例えば、私は学生時代、よく京都のお寺巡りに行きました。私は学生時代、よく京都のお寺巡りに行きました。これは、私は学生時代、何回も京都のお寺巡りに行ったという意味です。他には、田中さんとはよく会います。田中さんとはよく会います。これは、田中さんとは何回も会いますという意味です。二つ目の意味は、十分や詳しくという意味です。例えば、この説明書をよく読んでから使用してください。この説明書をよく読んでから使用してください。これは、この説明書を十分に読んでから使用してくださいという意味です。他には、この発表はよく調べていて素晴らしいです。この発表はよく調べていて素晴らしいです。これは、この発表は詳しく調べていて素晴らしいですという意味です。三つ目の意味は、とてもという意味です。例えば、あの姉妹はよく似ています。双子みたいです。あの姉妹はよく似ています。双子みたいです。これは、あの姉妹はとてもよく似ているという意味です。他には、弟はよく食べます。いつも3杯ご飯をおかわりします。弟はよく食べます。いつも3杯ご飯をおかわりします。これは、弟はとてもたくさん食べますという意味です。次に、時々です。時々は何回かもではないが、まあまあ何々するという意味です。例えば、彼は時々会社を休むが、仕事は真面目にやっている。彼は時々会社を休むが、仕事は真面目にやっている。これは、彼はいつも毎回ではないけれども、まあまあ会社を休むという意味です。他には、夜中に時々目が覚める。夜中に時々目が覚める。これは毎日ではないですが、まあまあ夜中に目が覚めるという意味です。最後に、たまにです。たまには、回数は少ないが、何々するという意味です。例えば、たまに夫が料理を作ってくれる。たまに夫が料理を作ってくれる。これは、いつも、毎回ではないが、数回料理を作ってくれるという意味です。他には、仕事が忙しくて、たまにしか定時に帰れない。仕事が忙しくて、たまにしか定時に帰れない。これは、仕事が忙しくて、定時に帰れる日が少ないという意味です。頻度で言うと、よくの方が回数が多くて、
そしてその次に時々、そしてたまにという順番になります。皆さんは日本語学習チャンネルビューティフルフレンズをよく見ますか？それとも時々見ますか？たまに見ますか？ぜひよく見てほしいですし、よく理解してほしいと思います。今日はとっくにさっきについて紹介したいと思います。まずとっくにです。とっくにというのはずっと以前に、すでにという意味です。例えば今頃来たってパーティーはとっくに終わっているよ。今頃来たってパーティーはとっくに終わっているよ。このとっくにというのはずっと以前にという意味で、ずっと以前にパーティーが終わっているという意味です。でもこのずっと以前にというのは半年前というような時間的な長さを表しているのではありません。5分前に終わっていても、話し手が現時点より以前にということを強調したいときに使います。他には、この問題はとっくに解決している。この問題はとっくに解決している。これもすでに解決しているという意味で、今より前にということを強調したいです。次にさっきです。さっきは少し前にという意味です。例えば、お祭りはさっき終わりました。お祭りはさっき終わりました。これは時間的に少し前という意味です。他には、彼はさっき帰りました。彼はさっき帰りました。これも彼は少し前に帰りましたという意味です。とっくにとさっきを比べると、例えばパーティーはとっくに終わりました。パーティーはとっくに終わりました。パーティーはさっき終わりました。パーティーはさっき終わりました。とっくには時間的な長さではなく、終わったっていうことですね。現時点より前に終わったっていうことを強調したいので、1日前に終わっても5分前に終わっても使うことができます。でもさっきというのは時間的に少し前という意味で表しますから、1時間前や5分前に終わったということは使うことができますが、1日前や半年前という時には使うことができません。どうでしたか皆さん。ぜひこのとっくにとさっきを使って話してみてください。今日の動画はすぐ、急に、突然、この3つを紹介します。この3つですが、次回紹介する早速、とっさに、たちまちと合わせて使い方を見てみてください。では、まず、すぐです。すぐというのは、とても短い時間の後という意味です。例えば、先生の動画を見て、副詞の使い方がすぐわかりました。先生の動画を見て、副詞の使い方がすぐわかりました。これは動画を見たらとても短い時間の後わかったという意味です。次に、私はお酒が弱いんですが、お酒を飲むとすぐ顔が赤くなります。私はお酒が弱いんですが、お酒を飲むとすぐ顔が赤くなります。これはお酒を飲んだ後、とても短い時間で顔が赤くなるという意味です。次に、急にです。急にというのは、思っていなかったことが短時間で起きたという意味です。
例えば、昨日まで暖かかったのに、急に寒くなったので風邪をひいてしまった。昨日まで暖かかったのに、急に寒くなったので風邪をひいてしまった。これは寒くなると思っていなかったことが短い時間で寒くなったという意味です。他には、部長に呼ばれて急に明日出張することになりました。部長に呼ばれて急に明日出張することになりました。これは出張すると思っていなかったけれども、部長に呼ばれて短い時間で明日出張することになったということです。最後は突然です。突然というのは急にというのとびっくりしたという気持ちを合わせた意味を持っています。例えば、突然雷が鳴り電気が消えた。突然雷が鳴り電気が消えた。これは急に雷が鳴りびっくりしたという気持ちを表しています。ですから急に雷が鳴りびっくりして、そして電気が消えたという意味です。他には、彼の死はあまりに突然でどうしたらいいかわからない。彼の死はあまりに突然でどうしたらいいかわからない。これは彼の死が急だったのでびっくりしたという意味です。このすぐ、急に、突然、この3つですが、少し使い方を紹介したいと思います。例えば、急に雨が降ってきました。急に雨が降ってきました。突然雨が降ってきました。突然雨が降ってきました。この2つはどちらも使うことができます。ただ少し意味が違います。急にというのは思ってみなかったことが短い時間で起きたという事実を伝えています。でも突然というのはびっくりした、雨が降ってきたことにびっくりしたという気持ちが含まれています。他には、横から急に車が飛び出してきたのですぐ避けた。横から急に車が飛び出してきたのですぐ避けた。これはびっくりした気持ちを言いたければ、突然車が飛び出してきたとなります。後ろのすぐ避けたですが、急に避けた、突然避けたとはなりません。避けるというのは自分の意思で行うことですから、思ってもみなかったことが起きたとか、びっくりしたということでは使えません。ですから、すぐ避けたとなります。この避けるという言葉ですが、避けると避けるの違いの動画は他の動画で紹介していますので、興味がある方はぜひ見てみてください。どうでしたか？ 3 つの違いは分かりましたか？違いが少しでも分かってくれたら嬉しいです。皆さん、忘れないうちにすぐコメントしてください。今日の動画は、早速、とっさに、たちまち、これを紹介していきます。前回、すぐ、急に、突然を紹介しましたので、この違いについても説明していきます。たくさん違いを説明しますので、最後までよく見てください。まず、早速です。早速というのは、何々ので、すぐに何々するという意味です。漢字で書くと、早速となります。早いという漢字が2つ並んでいます。新しいことをすぐにするという意味です。例えば、友人に美味しいお寿司屋さんを紹介してもらったので、早速行ってみました。友人に美味しいお寿司屋さんを紹介してもらったので、早速行ってみました。これは、早速行ってみたなので、友人に紹介してもらったので、すぐに行ってみたという意味です。他には、欲しかった車を買ったばかりなので、早速彼女とドライブデートをします。欲しかった車を買ったばかりなので、早速彼女とドライブデートをします。これは
車を買ったので、すぐにドライブデートをするという意味です。早速をすぐに変えられることは多いですが、すぐを早速に変えられることは少ないです。例えば、皆さんの国では夏休みに宿題がありますか？日本はあります。私はこの夏休みの宿題が嫌いでした。例えば、明日から夏休みです。今日夏休みの宿題をもらったので、すぐしました。これはいいです。では次に、明日から夏休みです。今日夏休みの宿題をもらったので、早速しました。これは言えません。すぐは宿題をもらって短い時間の後するというので言うことができます。でも早速には嫌なことなどには使わず、自分のしたいことや好きなことに使います。ですから二つ目の早速しました。これは私は宿題が嫌ですから言えないです。また他にはビジネスシーンでよく使われる表現として、早速ご対応誠にありがとうございます。他には早速のご返信感謝申し上げますのように、相手がすぐに対応してくれた、すぐにメールの返信をしてくれた、それを感謝するときに伝える表現です。ぜひ使ってみてください。次にとっさにです。とっさには急に自分に何かが起こったので反射的にすぐという意味です。例えば子供が急に飛び出してきたのでとっさにブレーキを踏んだ。子供が急に飛び出してきたのでとっさにブレーキを踏んだ。これは子供が急に飛び出してきたので反射的にすぐブレーキを踏んだという意味です。次の例文で使い方を見てみましょう。例えば、横からすぐに車が飛び出してきたので急に避けた。横からすぐに車が飛び出してきたので急に避けた。この文は変です。どこが変か説明していきます。まず、すぐに車が飛び出してきた。これはダメです。すぐは何々した短い時間の後という意味ですから、横から短い時間の後って変です。ですから、思ってもみなかったことが短時間で起きたという急にや急にびっくりした気持ちを加えた突然、この2つを使うことができます。ですから、横から急に車が飛び出してきた。横から突然車が飛び出してきた。この2つは使うことができます。次に、急に避けたです。これもダメです。急には思ってもみなかったことが短い時間で起きたという意味ですから、思っていないことなのに避けるというのは変です。ですから、さっき勉強したとっさに避けた、これは使うことができます。正しい文は、横から急に車が飛び出してきたのでとっさに避けた、もしくは横から突然車が飛び出してきたのでとっさに避けた。この2つの文は言うことができます。もう一つよくある質問で、とっさにと突然の違いは何ですかと聞かれることがあります。突然は自分の動作以外のことに使ったり、第三者の行動や自然現象などに使います。ですから、突然雨が降ってきた。突然彼は立ち上がった。などです。でも、ぶつかりそうになったので、突然ハンドルを切った。ぶつかりそうになったので、突然ハンドルを切った。これは使うことができません。ぶつかりそうになったので、とっさにハンドルを切った。ぶつかりそうになったので、とっさにハンドルを切った。とっさにはさっき勉強した意味で、自分の動作を表すときに使います。最後は、たちまちです。たちまちは、何々すると、すぐにある状態になるという意味で、短い時間を表す、あっという間にと似ています。例えば、
人気アイドルのコンサートチケットはたちまち売り切れた。人気アイドルのコンサートチケットはたちまち売り切れた。これはコンサートチケットが販売になったらすぐに売り切れになったという意味です。あっという間に売り切れたと同じです。他には彼に恋人ができたという噂はたちまち広がった。彼に恋人ができたという噂はたちまち広がった。これは噂があっという間に広がったという意味で、みんな彼に恋人ができたということを知っているという意味です。どうでしたか？今回は前回紹介したすぐ、急に、突然、この使い方の違いも説明しました。少し難しいかもしれませんが、使ってみることが大切です。間違っても大丈夫。皆さん、この動画を見たらすぐコメントしてみてください。今日の動画は、少しも、決して、一切、二度と、この4つの副詞を紹介していきます。この4つですが、後ろに何々ないをつけて使います。例えば、少しも何々ない。決して何々ない。一切何々ない。二度と何々ない。というふうに使います。それでは、まず、少しも何々ないを勉強していきましょう。少しも何々ないというのは、全然何々ないという意味と同じです。例えば、私は書道が好きですが、書道をしていると、墨汁が服についてしまいました。大変！洗っても洗っても服は少しもきれいになりません。洗っても洗っても服は少しもきれいになりません。これは全然きれいにならない。墨汁が服についたままという意味です。少しもというと少しと勘違いする人がいます。だから少しきれいになったというふうに思う人もいるんですけれども、これは違います。少しも何々ないですから、少しもきれいにならない。全然きれいにならない。服に墨汁がついたままの状態という意味です。他には、彼は部屋が汚くても少しも気にしない。彼は部屋が汚くても少しも気にしない。これは彼は全然気にしないという意味です。他には、私は遊園地にあるお化け屋敷が大っ嫌いなんですが、私の妹は少しも怖くないです。私の妹はお化け屋敷なんて少しも怖くないです。これは全然怖くないという意味です。次に決してです。決して何々ないという形で、絶対に何々ないという意味と同じです。例えば、知らない人に声をかけられても、決してついていってはいけません。知らない人に声をかけられても、決してついていってはいけません。これは、危ないから絶対についていってはいけないという意味です。他には、初めてコメントをもらった時のことは決して忘れません。初めてコメントをもらった時のことは決して忘れません。これは嬉しくて絶対に忘れないという意味です。次に一切です。一切何々ないという形で、いろいろなものを全部何々ないという意味です。例えば、よく JLPT の試験で、試験が始まったら一切質問を受け付けませんと言われます。試験が始まったら一切質問を受け付けません。これは試験が始まったらどんな小さな質問でも全部受け付けませんという意味です。他には
私の兄は一切家事をしないから、兄の奥さんは大変です。私の兄は一切家事をしないから、兄の奥さんは大変です。これは家事には食事の準備をしたり、洗濯をしたり、掃除をしたり、いろいろありますね。このいろいろな家事全部をしないという意味です。皆さんの国ではどうですか？家事は夫婦で分担していますか？どれぐらい分担していますか？それぞれの家庭でも違うと思いますが、国によっても違いが知れたら面白いなと思います。もしよかったら皆さんの国ではどうなのかシェアしてみてください。では最後に二度とです。二度と何々ないという形で、もうその後もう一度何々ないという意味です。例えば、あんなサービスの悪い店には二度と行かない。あんなサービスの悪い店には二度と行かない。これはもう一度行くことはないという意味で、少し怒っている気持ちが入っているのがわかります。他には、東日本大震災のような地震や津波は二度と起こらないことを望みます。東日本大震災のような地震や津波は二度と起こらないことを望みます。これもあんな地震や津波が起きてほしくないと望んでいる気持ちがわかります。皆さんどうでしたか？少しも、決して、一切、二度との使い方がわかりましたか？学習者さんたちの中からよくある質問で、少しもと一切はどう違いますかと聞かれることがあります。では、もう少し詳しく紹介していきましょう。例えば、彼女はベジタリアンだから肉を少しも食べません。彼女はベジタリアンだから肉を少しも食べません。この文は正しいです。そして意味は肉を全然食べないという意味です。二つ目に、彼女はベジタリアンだから肉を一切食べません。彼女はベジタリアンだから肉を一切食べません。この文も正しいです。これは肉を使っている料理や製品などすべてにフォーカスをしていて、これらすべてを食べないという意味です。少し難しいですが、肉を少しも食べないというのと、肉を一切食べないというのは、フォーカスしている点が少し違います。どうでしたか？違いが少しでも分かってくれたら嬉しいです。少しもコメントがないと寂しいので、よかったら皆さんコメント欄に今日勉強した副詞を使ってコメントしてみてください。楽しみに待っています。間違ったらどうしようと心配するかもしれませんが、チャレンジすることは決して恥ずかしいことではありません。むしろ素晴らしいことです。一緒に頑張っていきましょう。他の復習の動画も見ていない人はぜひ見てみてください。今日は十分、すっかり、すべて、残らず、この4つの使い方について紹介したいと思います。まずは十分です。十分というのは、ここのラインが足りているラインとします。そうすると、ここは足りないですよね。反対に、ここが十分というラインなんですね。例えば、明日のプレゼンテーション、十分準備したから問題はない。明日のプレゼンテーション、十分準備したから問題はない。これはいつもよりもっと準備したということを言いたいです。他には友達との会話で、電車一本乗り遅れてしまった。ごめん、遅れる。あ、予約時間まで十分あるから急がなくていいよ
これは予約時間まで余裕があるということですね。次に、すっかりです。すっかりは 100% という意味で、友達との約束をすっかり忘れていて、母と買い物に行ってしまった。友達との約束をすっかり忘れていて、母と買い物に行ってしまった。これは友達との約束を 100% 忘れていたという意味です。他には、紅葉が綺麗ですっかり秋になりましたね。紅葉が綺麗ですっかり秋になりましたね。これは夏が終わって 100% 秋になったという意味です。次はすべてです。すべては全部、みんなという意味です。年末の大掃除で家にあるいらないものはすべて捨ててしまった。年末の大掃除で家にあるいらないものはすべて捨ててしまった。これはいらないものは全部捨てたという意味です。他には、このイベントはすべて私一人で企画しました。このイベントはすべて私一人で企画しました。これもすべては全部という意味ですね。全部私一人で企画しましたという意味です。最後に残らずです。残らずというのは一つも残さず全部という意味です。例えば上司に仕事の悩みを残らず話したら気が楽になった。上司に仕事の悩みを残らず話したら気が楽になった。これは仕事の悩みを一つ残らず全部話したらという意味ですね。そしてこの残らずというのはよく使う言い方として一人残らず、一つ残らずというふうに言う使い方があります。このクラスは一人残らず日本語能力試験 N1 に合格した。このクラスは一人残らず日本語能力試験 N1 に合格した。これは一人残らずイコール全員という意味ですね。このクラスは全員日本語能力試験 N1 に合格したという意味です。十分、すっかり、すべて、残らず、使い方がわかりましたか？とにかく使ってみることが大切です。恥ずかしがらずに頑張ってみてください。今回の動画は前もって先にを紹介したいと思います。まず前もってです。前もっては後のことがうまくいくように何かをする前に何々しておくという意味です。例えば上司のお宅にお邪魔するなら前もって電話しておいた方がいい。上司のお宅にお邪魔するなら前もって電話しておいた方がいい。これは上司のお宅に訪問する、上司のお宅にお邪魔する前に電話しておいた方がうまくいくという意味です。他には会議があるので前もって人数分の資料を準備しておいた。会議があるので前もって人数分の資料を準備しておいた。これは会議がうまくいくように会議の前に人数分の資料を準備しておくという意味です。この前もってには注意点があります。前もってはうまくいくために、何かをする前に何々するという意味ですので、ただ時間の順番を伝えるためには使えません。例えば
食べる前に手を洗いますは OK ですが、食べる前もって手を洗いますというのは言いません。これは食べるというのと手を洗うっていう時間の順番を伝えたいだけですので、何々前もってというのは使わず、何々前にを使います。ですから、食べる前に手を洗いますが正しいです。次に先です。先は何々より前にという意味です。例えば、料理は先に砂糖を入れてから塩を入れると美味しくなります。料理は先に砂糖を入れてから塩を入れると美味しくなります。これは、塩を入れる前に砂糖を入れると美味しくなるという意味です。ちなみに皆さん料理のさしすせそは知っていますか？これ調味料を入れる順番を例えていますので、また、他の動画でですね紹介したいと思います。他にはエレベーターで誰かと一緒になったとき、お先にどうぞ、お先にどうぞと言います。これは自分より前にどうぞ、先に行ってくださいという意味です。最近たくさんの外国人旅行者が日本に旅行に来てくれています。私も、先日京都に行った時、たくさんの外国人の人がいっぱいいて、とても嬉しかったです。大きな荷物を持って移動しているので、皆さんももし、日本に旅行に来た時には、先に荷物を預けた方がいいですよ。そして、レストランですが、いっぱい並んでいるので、前もって予約しているとスムーズに入れますので、ぜひ予約してみてください。これから日本は秋になり、紅葉の季節になりますので、日本のおすすめの場所なども紹介していきますね。楽しみにしていてください。今日の動画は、はじめに、初めて、はじめはについて紹介します。似ている言葉なので、使い方に注意してください。では、まず、はじめにです。はじめにというのは、順番として1番目という意味で、最初にと同じ意味です。例えば、京都旅行のツアーで、はじめに金閣寺に行って、次に嵐山で屋形船に乗ります。はじめに金閣寺に行って、次に嵐山で屋形船に乗ります。これは1番目に金閣寺に行って2番目に嵐山へ行くという意味です。他にはパーティーが始まる前に司会者がはじめにお願いがあります。この会場は禁煙ですのでおタバコはお吸いにならないようにお願いします。はじめにお願いがあります。この会場は禁煙ですので、おタバコはお吸いにならないようにお願いします。これはパーティーが始まる前に1番目にお願いしたいことがあるという意味です。次に初めてです。初めては今までしたことがないことをするや今までしたことがないことをしたという意味です。例えば、日本に来て初めてお寿司を食べました。案外美味しかったです。日本に来て初めてお寿司を食べました。案外美味しかったです。これは今まで食べたことがないお寿司を食べたという意味です。案外の使い方は別の動画で紹介していますので、そちらをご覧ください。他には、こんなに人を好きになったのは初めてです。こんなに人を好きになったのは初めてです。これは今までこんなに好きになった経験はしたことがなくて、今経験しているという意味です。こんなにの使い方も別の動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。最後に、はじめは
です。はじめはというのは、最初はという意味です。はじめはを使うと、その後のことや終わりはというニュアンスも含んでいます。例えば、はじめは漢字が全然わかりませんでした。はじめは漢字が全然わかりませんでした。これは最初は全然わからなかったという意味で、今はわかるという意味を含んでいます。例えば、後ろの文も入れると、はじめは漢字が全然わからなかったが、だんだんわかるようになってきた。これは、はじめはわからなかったけど、その後わかるようになったという意味です。後ろには反対の意味を含んでいます。他には、彼女のことは、はじめはあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きです。彼女のことは、はじめはあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きです。これも、最初は好きじゃなかったけど、今は好きという意味です。どうでしたか？私は初めて YouTube で動画をアップした時はとても緊張しました。はじめはカメラに向かって話すことが慣れなかったですが、今は少し慣れてきました。皆さんの初めて経験したことをぜひコメントで教えてください。今日の動画はさっぱり、一向に、到底、この3つの使い方を紹介していきたいと思います。まず、この3つは後ろに何々ないをセットで使うことが多いです。例えば、さっぱり何々ない。一向に何々ない。到底何々ないのように使います。では、まず最初のさっぱりを紹介しましょう。さっぱりは、さっぱり何々ないで、全く何々ないという意味と同じです。これは否定の時に使いますが、期待通りにならない気持ちの時に使うことが多いです。例えば、あの人の話はいつも難しくて、私にはさっぱりわからない。あの人の話はいつも難しくて、私にはさっぱりわからない。これは、あの人の話はいつも難しくて、私には全くわからない、100% わからないという意味です。他には、新しいカフェをオープンしたが、お客さんがさっぱり来ない。新しいカフェをオープンしたが、お客さんがさっぱり来ない。これは、新しいカフェをオープンしたが、お客さんが全然来ない。全く来ない。という意味です。他には、さっぱりだけを使って、例えば、A さんが今日の JLPT の試験どうだった？できた？ B さんがダメ。さっぱり。これは良くなかった。うまくいかなかったという意味です。次に一向です。一向は一向何々ないという形で、全然何々ないという意味です。この一向ですが、何かが起こるのを期待して待っているのに、期待通りにならないから、イライラしたり、不信感が募ったり、そういう気持ちを表すときに使えます。つまり、待っているのに時間が経っても全然何々ないという意味です。例えば、薬を飲んでいるのに一向に熱が下がらない。薬を飲んでいるのに一向に熱が下がらない。これは薬を飲んだら普通は熱が下がると思いますよね。でも熱が下がらない。この薬本当に効くの？という気持ちになります。そういう時にこの一向にを使います。ですから、この薬を飲んでいるのに全然熱が下がらない
という意味です。他には、バスを待っているのに一向にバスが来ない。バスを待っているのに一向にバスが来ない。これはバスを待っているのに全然バスが来ないという意味です。最後に到底です。到底は到底何々ないという意味で、これも全然何々ない、全然無理だという意味で使います。これはどんな方法を使ってもどう考えても無理だとかありえない、不可能だという意味の時に使います。例えば、うちの息子の実力では東京大学には到底合格できない。うちの息子の実力では東京大学には到底合格できない。これはうちの息子の実力ではどう考えても 100% 東大に合格することができないという意味です。他には、あさってまでに漢字を500個なんて到底覚えられない。あさってまでに漢字を500個なんて到底覚えられない。これは、あさってまでに漢字を500個覚えるなんて絶対に無理だ。どう考えても覚えることができないという意味です。他には、到底無理だという形で全然無理だという意味で使います。例えば、この仕事を一人でやれなんて私には到底無理だ。この仕事を一人でやれなんて私には到底無理だ。これは、この仕事を一人でやるなんて全然無理だという意味です。どうですか？さっぱり、一向に、到底。これは何々ないという形をとって 100% 何々ない、全然何々ないという意味です。でも、これには期待通りにならなかったことや、待っていても思う通りにならなかったこと、そしてどう考えても全然無理という気持ちの時に使います。使い方が少し違いますので、これらを上手に使い分けることができたら、皆さんの日本語もさらに上手になります。これらを上手に使い分けることができると、自分の言いたいことが相手によく伝わるようになりますので、頑張って使ってみてください。この前、家族で日本に来ている方から、安井先生、私は日本に6年住んでいるのに、一向に日本語が上手にならないです。JLPT の本を買ったけど、一人では到底できそうにないです。読んでもさっぱりわからなかったです。どうしたらいいですか？と相談されたので、今はプライベートレッスンで教えています。そうすると、どんどんね、上手になってきて、今はたくさん日本語を覚えて話せるようになりました。皆さんも一人で勉強しているとわからないことたくさんあると思います。そんな時は、ぜひコメント欄に質問、コメントしてください。皆さんのコメント待ってます。今日の動画は、次第に、順々に、次々と、続々と、この4つを紹介していきたいと思います。それではまず、次第にです。次第には、少しずつ変わる、だんだんとという意味があります。例えば、11月になって次第に涼しくなってきた。11月になって次第に涼しくなってきた。これは11月になってだんだん涼しくなってきた。少しずつ涼しくなってきたという意味です。他には、日本に来て初めは戸惑ったが、次第に日本の生活にも慣れてきました。日本に来て初めは戸惑ったが、次第に日本の生活にも慣れてきました。これは
少しずつ日本の生活にも慣れてきたという意味です。次に、順々にです。順々には、順番に一つずつ、一人ずつという意味があります。大学の面接では、呼ばれた人から順々に部屋に入っていった。大学の面接では、呼ばれた人から順々に部屋に入っていった。これは大学の面接では呼ばれた人から順番に一人ずつ部屋に入っていったという意味です。他には、例えばバスが来て、バスの運転手が言います。慌てないで順々に乗ってください。慌てないで順々に乗ってください。これは慌てないで順番に一人ずつ乗ってくださいという意味です。次は次々とです。次々とというのは続けてという意味で、例えばパーティーで次々と美味しそうな料理が運ばれてきた。パーティーで次々と美味しそうな料理が運ばれてきた。これはパーティーで続けて美味しそうな料理が運ばれてきたという意味です。他には、今年は運がいいから次々といいことが起こる。今年は運がいいから次々といいことが起こる。これは今年は運がいいから続けていいことが起こるという意味です。最後は続々とです。続々とというのは次々とたくさん何々が来るという意味です。例えば今年1月に起きた能登半島地震では各地から義援金が続々と送られてきた。今年1月に起こった能登半島地震では各地から続々と義援金が送られてきた。これは各地から次々と義援金がたくさん送られてきたという意味です。他にはコンサートの開始時間が近づくにつれ、人が続々と集まってきた。コンサートの開始時間が近づくにつれ、人が続々と集まってきた。これはコンサートの開始時間が近づくにつれ、次々とたくさん人が集まってきたという意味です。どうでしたか？4つの違いが分かりましたか？少しずつ変化を表す次第に、そして順番に一つずつ、順番に一人ずつというのを表す順々に、続けて何かが起きている、続けて何かをするという次々と、最後に次々とたくさん何かが来るという続々と。この4つの違いをしっかりと理解して使い分けてみてください。私は動画撮影は初めはとっても緊張していましたが、次第に慣れてきました。でも、やればやるほどもっとこうしたいな、もっとこうしたらいいのになという欲が次々と出てきました。皆さんに紹介したい動画を順々に撮影して紹介していきますので待っていてください。こんな動画撮ってほしいなっていうのがあれば、ぜひコメント欄にリクエストしてください。待ってます。